白と黒の正方形を交互に敷き詰めた市松模様がある。それぞれの正方形の一辺の長さを1とする。例えばこれのように、白の領域にすっぽり含まれる円を考える。このような円の直径は、最大でいくつになるか。あのさ。なんだ？もしかして、これが最大だったりする？証明は？他にはこれしかなさそうだけど。まあ、一時停止してもう少し考えてみるんだな。やっぱりこれが最大な気がするけど、証明はちょっと。まず、一つの正方形に含まれる円はこの直径1のものが最大だな。でもこの直径ルート2のやつの方が大きいね。というわけで、今後は、正方形を2つ以上通る円のみ考える。それってこれ以外にあるの？円が連続して通る2つの正方形を、このようにアルファ、ベータとする。2つ以上通るんだし、まあ良さそう。アルファの頂点をこのように A、B、C、D、ベータの頂点をこのように D、E、F、G とする。円は D を絶対通るよね？そうでないとこの黒正方形を通るな。あ、それじゃあ A と B と C のどれかも通らないとダメなのか。そうでないとベータからアルファに抜けた後で黒を通るな。E、F、G のどれかも通るね。これ、終わり？円は通る点を3つ決めたら確定するから、あとは全部試すだけ。A、D、E の時は直径ルート2だね。A、D、F の時は、白の中に円かけちゃった。直径は、ピタゴラスの定理でルート10。さすがにこれが最大かな。A、D、G の時は、不可能。BDE の時は直径ルート10。BDF の時は不可能。BDG の時は直径ルート10。CDE は不可能。CDF の時は直径ルート10。CDG の時は直径ルート2。じゃあルート10が本当に最大だね。これで答えは分かったが、この円が最大であることの別の証明を紹介する。別の証明？さっきと同じく、最大の円は複数の正方形を通り、円が正方形を出入りするときは頂点を通る。さて、円を書くとき、円弧に向きをつけると、円が通ったそれぞれの白正方形について、正方形に入った点から出た点に伸びるベクトルを定められる。そうだね。さて、円は周に線分を含まない突図形だから、これらのベクトルは全て異なる。確かに、同じベクトルが2回出たらそれは円じゃなさそう。さて、適当な白正方形の頂点を A、B、C、D とすると、可能なベクトルは、AB、AC、AD、BA、BC、BD、CA、CB、CD、DA、DB、DC の12本しかない。でもいくつか被ってるよね。そうだな。これとこれは同じだし、これとこれも同じで、これとこれ、これとこれも。というわけでベクトルは8種類しかなくて、全種類を並べる方法はこれしかなく、これらの支点、終点を全て通る円はこれしかないが、この円は実際白正方形しか通らないので、これが最大。なるほど。この証明が円の性質として使ったのは、周に線分を含まない突図形であることだけだな。確かに。ってことは、例えば楕円とかを書いてもよかったとしても、9マス以上は絶対通らないってこと？周に線分を含まない突図形、ならな。すごい。ご視聴ありがとうございました。